はい。今回はお菓子パーティーをしながら。今回はですね、農地について、ちょこちょこ、メッセージとかで、農家なりたいんですけど、なんか農地空いてますかとか、来るんですよ。コメントが。で、やっぱり、離農結構もうね、農家さんもおじいちゃんになってきて、辞めて、どんどん畑が空いているっていうイメージがあると思うんですけど、割とそうではないこの十勝、ここの地域なのかな、その離農とか農地についてを、深掘っていけたらなと思ってます。はい。はい。どういうコメントが来るんですか？ちょっとね、最近じゃないんだけど、本気な、結構割と本気でその畑探してて、でもなんかその畑を探してくれるなんかあるらしいんだけど、見つからないと。農地バンクみたいなのあるよね。で、なんかやっぱり見つかっても、条件が悪い畑があるみたいな感じで来るのよ。どうしたらいいですかみたいなね。どうかいで、いや、でもその人はこの帯広でやりたいと。なかなか難しいよね、帯広ってね。出てこないな。出てきてもね、後継者もみんないるし。そうだね、後継者か、それこそ親戚か、近所かっていうのその順番で、そうだね。本当に誰もいないっていうことがない。ないね。うちにもあるんだよ、耕作放棄地だった畑。耕作放棄地とは？耕作放棄地じゃねえ。何逆だよ。耕作放棄地だよ。耕作放棄地ってね。火災放置機やそれ。耕作放棄地とは？いろんな理由があるんだけど、例えば、何植えてもまともに取れないとか、もう畑にそもそも入ることが難しい、ぬかったりなんだりっていう悪条件、すんごい条件が悪くて割に合わんから誰も作らないよって、地目としては畑なんだけど誰も何も作っていない、耕作することが放棄された畑、多分北海道じゃなかったらまあまあでもないかもしれないけど、わかんない、あると思うのに結構話には聞くからさ。でも十勝でってなるとほぼ聞かないじゃん。聞かない。うちあるんだよね、実は一箇所あって、ずっとうちのどうした？お腹鳴っちゃった。カエルみたいな。一応紹介しようか。そうだね、お腹鳴ったから紹介しよう。従業員でお腹鳴ったん量産です。そっちか。こんにちは。こんにちは。従業員です。はい、従業員で来てもらってる子です。はい。今ちょっと休憩中なので。ね。何の話だっけ？耕作放棄地。地域の基地。なんだっけ？だから自分家にそう牛を飼ってたんだよね。牛がメイン、ほぼ牛で、牛のために餌を作ってたんだよ、畑で。で、牛の餌でデントコーンっていうのがあって、牛専用のトウキビのことなんだけど、それを作ってたんだよね、その耕作放棄地の畑で昔。もう何年も前だけど、我々が入ってきてからはちゃんと取れてるのを見たことがない。ぐっちゃぐちゃでね。ほぼほぼもう生育して育っても、収穫の時期に畑に機械が入れなくて、もう全部投げる。後で入れるようになってからもうチョッパーで砕いてなしにしちゃうみたいなことをしてる畑があって、もう何年もさすがにここに作るのちょっと経費だけかかってバカバカしいからやめようってなって、もう作るのやめてたんだよね。昔石を抜いちゃった畑らしいんだよね。石ってなんか結構高く売れるんだけど、その辺に取れる表面の石じゃなく、本当に10メートルとか近く掘って石を全部持っていくんだけど、で土だけ戻すみたいな。石はなくなるんだよ。
なくなるんだけど、なぜかあの畑あんだよね、石いっぱい。あるね。何してくれてんだって。すなのに抜かれでっるんかいのがあるね。そうでもそう下の方に全く石がないから、もう一回まあまあの雨が降ったら、まあ1週間は全然畑に入れない、もうトラクターのタイヤが埋まっちゃって進めなくて畑ガッチャガチャになってっていう畑なんだよ。でずーっともう何年も作るのやめて、雑草伸び放題も伸びてきたら本当に乾いてる時にチョッパーでさすがに迷惑だから雑草だけ倒してみたいな無駄なことをずっとしてたんだけど、今年になってちょっともったいないから、うちもちょっとね収入増やさないといけないし、もったいないからちょっとなんか頑張ってなんか作るかって言ってもう一回チャレンジしてるんだよね今年。まあ小豆植えたんだけど、爪入れて起こして乾かしてみたいなことをやって、まあ、今んとこねなんとかね、生えてはいる小豆。でもやっぱそういう条件の本当に悪いところですらまあ誰かはなんか管理してる。し多分こっちでいうねその耕作放棄地のレベルとはまた多分一段違うと思うんだよね。本州の耕作放棄地になるようなところは、本当に山の中で遠くて、平らじゃなくて、本当にもうなんか条件悪すぎるからね、こっちで同じ目線で語るのは失礼かもしれないんだけど、まあでもそんな畑ですら誰かは何か作ってるし、なかなかそういう話を聞かないから、十勝に新規でポンってきて畑をまともに持つっていうのは多分すごくハードルが高いっていうか無理なんじゃないかっていうレベルだとは思う。実際にその今の農家さんでさ、うん今以上に欲しいって思ってる人は結構いんのかな。思ってるんじゃないか。みんな思ってると思うね。そうなんだ。増やしたいと思ってる人の方が圧倒的に多いと思うよ。それあっという間に埋まるね。まあ後継者がいなくてとかで一人でやってて、まあね何歳だ還暦も超えてきてとかなってきたらちょっとずつ縮小はしていきたいなと思うかもしれないけど、後継者いるんだったらまあトラクターとか機械がどんどんでかくなってるから、畑もねそれに応じて増えてはいくよね。この辺の地域、我々の住んでる近所の地域の畑で隣の地域の人がここの畑を持つのがあまりよく思わない人も、まあやっぱりいるんだよね。いろんな人がいるからね。そう基本的にはじゃあここの地域で誰かが離農しましたってなった場合は、その同じ地域の人たちでそこをまずはそうなる。でもう売りますけど買いますかみたいな。親戚とか、でそこでなさそうだったらこのもっと大きく、じゃあ地域全体で誰かいませんかで。まあ農業委員会に一回通してそうだね。同じ地域内だったらやっぱり面積少ない人たちの方が優先的に当たったりはする。なるほどね。ずっと喉が鳴り続ける。喉なの？喉なんだ。お腹じゃないんだ。これはさないでもらっていいですか？まあ道外とはだいぶ違うよねきっとね。道外だったらめっちゃ余ってんのかな。分かんないけど、でも十勝は恵まれてるからねやっぱね。まあなかなか十勝で農地が空くことってないんだろうね。ないんじゃない？なかなか難しいと思うけどね。すごい分かんないけど。すごいよね。それはそれで。いやすごい恵まれてる土地だからでしょやっぱ。日本の農業といえば十勝っていう感じじゃない？そうなの？そうだね。でもそうだと思うよ。へえ。そんな恵まれたところでね、畑平均より少ないとはいえ、こんだけね持ってやってるんだから恵まれてると思うよかな。そうですね。増やしたいと思う？いやほんとね、よく話すよね。よく話す。すっごい贅沢なこと言うよ。本当にめちゃくちゃいい畑、一等地みたいなとこだったら、わかんないけど、でも今は
近場がいい。うん今2人ともないんだよ、出作が。うん離れてても本当1キロとかそうそうそうのとこにギュッてまとまって畑があるから、ね、うちらのね家の距離も近いからね、うんそうだね両方屋敷周りにしかないから、うん他のそれぞれの家で作業するにもうん別に出作ってほどの距離でもないって感じ、うん出作の面積にもよるけど、確かに4丁4ヘクタールとかだとさ、うんちょうどうちのスプレーヤーがさ4ヘクタール分分水積んでいけるから、はいはいまあいけんかないわって感じなんだけど、1丁1ヘクタールであります、うんその1ヘクタールのために往復何時間もかかるのは確かにねどうなんだと思うし、うん逆に10丁とか出ても今持ってる機械で10丁そこにずっとやりに行くのも、まあ、防除とかだったらねあっちに水タンク置いとけるまあねだったら別に問題ないんだけど、植え付け管理草取り全部やるってなったら、なんか大変そうだなとは思う、うん、そうだねなんかそこまで行ったら拠点作ってそうまあそうなるわな、みんなそうだよね、うん違う倉庫持ってたりして、お金かかるしねそれも確かにねだから近くでだったら別に条件の良し悪しに限らずうん欲しいは欲しいもうちょっとあってもやれるなとは思う別に全然、うん今忙しいかって言われると別に自分的にはそんなことないまだいいやり方模索中って感じだね。そうだねもっともっとなんか効率よくなるよね、そのうちね。って感じです。はい十勝で帯広で畑を全くよそからっていうのはなかなか結構難しうんいと思う、それこそそこでやってる人と結婚するとか、狙うしかないねなんかそういうねところから入んないと厳しそう。はいよくわかりましたはい、ありがとうございますはい